はい、どうも A です。今回はですね、おすすめエボリューション紹介していきたいと思います。今ですね、めちゃくちゃ出てるんで、ひょっとするとちょっと2部に分けてやるかもしれないんで、そこはちょっとご了承ください。でですね、今、このエルオンブレバラとかですね、アタッキングバランチとか、アタッキングアプレンティスとかですね、アクロバティックスターとか、めちゃくちゃ来てます。はい。全然エボやれてません。で、ディフェンシブダイナモとかですね、空中の支配者、ライジングフィノムとか、鋭いディプライニングとか、ウィンターバックとかですね、あと守備的思考とか、めちゃくちゃ来てますと。で、なおかつ、フラッシュエボまで来ましてですね、アーティストであったりとか、センチネル、ハンターとかも来ました。この辺含めてですね、おすすめ選手紹介していけたらなと思います。ちょっと今回は EGSBC 含めて、フットビン含め見ていけたらなと思います。はい、こちらになります。まず、はい、こちらになります。2個ですね。ペース93、シュート90のパス82で、ドリブル88。迅速プラのシールドプラという風になっております。結構人気があってですね、しかもシールドプラついたということで、ボールもなかなか捉えにくくなったと。ただ、今回のこのエボに関しては、コーセルプラが本当だったらつくんですけど、迅速プラ持ってるんで、そこはつかないっていうのがちょっと残念かなっていうのもあるんで、自分は多分他の選手するかなと思います。ただ、サイドですね。テントリアとしてもいけますし、LW としても十分優秀なんで、そういった面で言うと、作成としてはありなのかなと思います。はい。次ですね。マクシマンになります。こちらもめちゃくちゃ優秀ですね。ペース91のシュート90、パス82のドリブル91で、しかもテクノリシールドなんで、結構嫌な組み合わせついてるなと思います。しかもフィジカル87。絶対強いですね。組み合わせが難しいなっていうところ以外に関しては本当に完璧な選手かなと思います。超おすすめかなと思いますね。しかもこれ多分、ティキタカ迅速先に多分できるんじゃないかな。できないんかな。多分できるかなと思ったんだけど、多分できないんかな。そういった面も含めてですね、めちゃくちゃ優秀選手かなとは思います。ちょっとこれは、自分もちょっと候補の一つではあるんですけど、やっぱ組み合わせがむずいかな、ちょっと。なので、微妙なとこですね。でも十分強い選手になるかなと思います。相手にいたら絶対嫌な選手ですね。はい。でですね、次になります。こちら。能力完璧ですね。丸も差になります。ペース94でシュート95。で、シュート90でパス82。パス82なんですけど、ショートパス96の視野92なんで十分ありますね。ドリブルも88あって、フィジカルも87、スタミナ85ありますと。で、コーセードプラ、シードプラ、テクニカル、ファーストタッチ、パワーシュートもあるんで、めちゃくちゃ強いなと思います。これも超おすすめ選手になるかなと思います。はい。これは正直悩んでます。この選手もありだなっていうのは正直思ってるんで、ちょっと悩みとこではありますね。組み合わせの難しさと、このタイプ今後出てきそうな感もあるんで、どっちかというと中盤で作りたい感は、やっぱちょっと思ってるんで、そこは悩みどこであるかなと思います。で、次ですね。ゴートになります。こちらもペース90があって、シュート90で、パス82、ドリブル87で、スタミナも90あって、で、俊足、迅速、テクニカルもあっての、これも十分強いなと思いますね。はい、おすすめ選手になるかなと思います。この辺がね、結構無難に多い選手になってくるかなと思います。マルティネティとかもありかなってとこですね、やっぱり。こう見てると、あと個人的に悩んでるのは本当にラフィーニャ。めちゃくちゃ悩んでます。めちゃくちゃ使用感いいんですよね、この作。ドリブルの使用感いいし、なかなかボール取られないし、で、なんといっても容赦なしあるんでフルで使えるっていうところと、替えの身のこなし、トリッカーもあって、俊足、迅速もあるし、スピードもちゃんとあって、最初から最後までちゃんと使える。で、シールドもついたらさらに捉えにくいし、高精度もあって、十分強いかなと思っております。途中交代でも使えるし、スタメンでも使えるし、で、ST も受けて LW、右も受けて、起用性としてはめちゃくちゃあるんで、こちらもありかなっていうのは正直思ってますね。作成候補の第一候補、自分の中ではトップ3に入ってるかなと思います。おすすめになります。はい。次ですね、こちらになります。これも正直悩んでますね。プレスタとしてはめちゃくちゃ少ないんですけど、
まあ十分強そうな能力はしてるかなと思います。はい。まあこれもなんか組み合わせ次第ではいろいろつけるっぽいんですけど、まあそうするとね、高精度やっぱつかなくなったりするんで、まあ十分強い。ペースもあって、あとフィジカルも十分あるっていうところで、まあおすすめ選手にはなるかなと思います。フィジカル強い、サイドのドリブルが持ちやすい選手になってるかなと思いますね。はい。でですね、まだ自分はこの中でもまだ出てきてない選手で、軍団ナンジとかもフィジカル強いんで、まあ、なしではないかなっていうのは自分は思ってます。結構自分がやりたいと思った、この選手。はい、FCS でも使いました、シモンズ。これが、係数自体は速くてですね、ほんと96あって、シュートも90あって、パス82。FC プロの選手に勝ってる部分も十分あって、めちゃくちゃ強いかなと思ってます。で、LWST、キャムを受けて、なので、しかもシールドプラ、高精度プラ、しかもテクニカルの、華麗な身のこなし、ファーストタッチあって、鋭いパスできたか。欲しいとこ全部持ってるんですよね。ファーストタッチ持ってるのも結構偉くて、で、ペース91あるんで、シュートも90あって、パス82。これ、ちょっと悩んでます。まあ、一番自分の中で第一候補、ラフィーニャと並んで第一候補になってるかなと思います。はい。超これもおすすめかなと思います。FC プロ使っててもめちゃくちゃ強いんで、超おすすめかなと思います。で、ギュケレスですね。まあ、これも多分普通に強いと思うんですけど、ちょっともったいない感もあるから、まあ今のサンダーがね、90でめちゃくちゃ安くなってるんで、まあそれでもいいのかなっていうのは思いますね。はい。で、あとはですね、まあシモンズとかも含めて、ジョイリントンも正直悩みました。パス系がないんですよね。インターセプトあって、高精度あって、シールドプランもあって、容赦なしもあるんで、まあ、悩んだんですけど、パスがないのかなっていう。ただまあ中盤からシュート狙えるのめちゃくちゃ優秀だなと思うんで、正直ここは悩んでおります。はい。そうですね。別のにすると結局プレスタがつかなくなってしまうんで、そこはちょっと残念感はあるんで、やっぱり、まあ中盤選手をずっと作りたいなっていうところは思っておりますね。だからあとメイヌーとかも正直やっぱ候補には上がるんですけど、パスプレッサーを持ってないので OK なんであればありかなっていう。3CM とかだったら全然ありだと思うんですけど、2CM だったらちょっと気になるのかなっていうところですね。あとは 2CDM になる可能性があるってなると、そこもちょっと使いづらさが出てくるのかなと思います。はい。そしたらですね、次はこれやめてセンチネル、今日来たセンチネルの候補を見ていきたいと思います。はい。まあ、こんな感じになってますね。ブルーザージョッキーがつくということで、まあ、このヌーノ・トラベスですね、もうクレマーツ選手は結構上がってくるのと、えパレデスも結構入ってるなっていうところですね。で、ウィリアム・カルバレスとかも入ってます。カルバーニョ、めちゃくちゃ噛んでますね。はい、とかも入ってます。ジョレンテとかもブルーザージョッキつけれるという風になっております。これしかもプラスまだついてない状態で作成できるので、これも結構ありかなと思います。はい。で、次、アーティストですね。アーティストが、テクドリ、テクニカルということで、これめちゃくちゃ優秀だと思います。これもう個人的にめっちゃ重要だなと思ってて、まあ、ST に、つけれますし、まあ、433とかでホロス9に落として、ダイレフラスでも使えますし、アリエミにやっぱ使うのも一つありかなとは思ってて、まあ、テクニカル、ロブタツ、で、エアリアル、で、瞬足ですね。まあ、これも、アリエミも結構ありかなと思ってます。まあ、前回のフラッシュエボでもめちゃくちゃ強くできたっていうところで、これやらなくてちょっと後悔してたところもあったんで、アリエミもやっぱ第一候補かなと思っております。はい。まあ、キエーザとかもね、テクニカルロブタツ、全然ありかなと思います。マテイルもそうですね。これめちゃくちゃ強いなと思いますけどね。能力がちょっと物足りなさやっぱ出てるんで、この値段ですけど、容赦なしで予測インターセプトあって、しかもロブタツついてるテクニカル、強パス、十分強いと思います。はい。
これに関しては今までのエボ選手に使うのもやっぱいいかなと思うんで、なんか無理して、使うっていうよりかは、本当にフラッシュエボで1週間今回はあるんで、そういった面で言ってもちょっと慎重に選びながらやるのがいいのかなと思っております。で、最後、ハンターですね。これちょっと見て、最後に、フットビンで見ていけたらと思います。これもアディエミ入っております。リアビとかですね、ミンコビッチ、サビッチとか、あとはサバニエとか、過去エボしてない人とかはサバニエもありかなと思っております。はい。ということで、フットビン最後見ていきたいなと思います。やっぱり、自分が言ってたアディエミ入ってます。これめちゃくちゃ強いなと思いますね。これちょっとやろうかなっていうのは思います。シュートもこの数値ですし、ペースがほぼやっぱカンストなんで、他を上げてしまえば、こういう感じで、ほぼほぼ90超えますし、プレスタも十分優秀、俊足あって、しかも87なんで、今後のことを考えると、まだまだエボで強くできる可能性があるというふうなも含めると、ありかなっていうところですね。思ってるんで、ちょっと悩んでおります。はい。ウィングができないんで、今4-2-1-3やろうと思ってると、ちょっとそこはもったいない感はあるかなと思います。ミーヌーの、このバージョンじゃない方が自分はいいかなと思ってるんですけど、ジブスであったりとかですね、ハンターで上げれますよであったりとか、はい。いろいろやっぱり上がってますけど、個人的にやっぱこの辺もね、やっぱラフィーニャ、でもさ、とかはやっぱ上がってくるなってとこですね。はい。フラッシュエボに関しては、もう見ててもいろんな人がもう全然人によって選ぶの違うかったんで、そこは自分の色を出せていいんじゃないかなっていうのと、この高精度とシールドに関しては、前線で使って、明らかにシールドプラっていうのはボール取られにくいんで、そこでキープできるっていう良さを出すのか、もしくは中盤でもやっぱりシールドプラっていけるんで、そこから高精度プラを狙っていくっていうのも一つありかなと思うんで、そちらを選ぶのかっていうところですね。どちらか十分ありな選択肢なのかなと思います。自分的にはラフィーナかシモンズが超おすすめかなっていうのと、フラッシュエボに関しては、アディエミが自分の中では候補かなと思っております。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんがこんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、
ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入ってる方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも聞いてますので、その辺もちょっと今後取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。